こんにちは、アルチャンネルです。今回はアルケミスト、宝物を探して旅に出る少年の話で、少年は旅の途中多くのことを学んでいきます。全世界で8500万部が発行され、80カ国語で翻訳されている超ベストセラーです。人生に疑問を感じたとき、人生の一歩が踏み出せないとき、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。少年の名はサンチャゴといった。少年が羊の群れを連れて見捨てられた教会に着いたのは、辺りがもう薄暗くなり始める頃だった。教会の屋根はずっと昔に朽ち果て、かつて祭壇だった場所には一本の大きなイチジクの木が生えていた。少年はそこで一夜を過ごすことに決めた。彼は羊の群れが壊れかけた門を通って中に入るのを見届けてから、夜中に羊が迷い出さないように何本かの棒を門に渡した。その地方に狼はいなかったが、以前一頭の羊が夜の間に外に迷い出たため、少年は次の日一日、その羊を探し回らなければならなかったからだった。少年は上着で床の埃を払うと、読み終わったばかりの本を枕にして横になった。この次はもっと熱い本を読むことにしよう。そうすればもっと長く楽しめるし、もっと気持ちのいい枕になるだろう。と彼は独り言を言った。少年が目を覚ましたとき、辺りはまだ暗かった。見上げると壊れかけた屋根の向こうに星が見えた。もう少し寝ていたかったな、と少年は思った。彼は1週間前に見た夢と同じ夢をその夜も見た。そしてその朝もまた夢が終わる前に目が覚めてしまった。少年は起き上がると、まだ寝ている羊を起こし始めた。彼は自分が目を覚ますと同時に、ほとんどの羊たちも動き始めるのに気がついていた。それはまるで彼の命から湧き出る不思議なエネルギーが羊たちの命に伝わるかのようだった。彼はすでに2年前、羊たちと一緒に生活し、食べ物と水を求めて田舎を歩き回っていた。羊たちは僕に慣れて僕の時間割を知ってしまったみたいだ、と彼はつぶやいた。ちょっと考えてから、それは逆かもしれないと気がついた。自分が羊たちの時間割に慣れたのかもしれなかった。しかし、羊たちの中には目が覚めるのにもう少し時間がかかる者もいた。少年は一頭ずつ名前を呼びかけながら、杖で羊をつっついて起こしていった。彼はいつも自分の話すことを羊が理解できると信じていた。それで時々羊たちに自分が面白いと思った本の一部を読んでやったり、野原での自分の寂しさや幸せを話してやったりした。時には自分たちが通り過ぎた村で見たことについて自分の意見を聞かせることもあった。しかし、このところの数日間は、少年はたった一つのことしか羊たちに話していなかった。それはある少女のことだった。あと4日で到着する村に住む商人の娘のことだった。その村へはまだ一度しか行ったことがない。それは去年のことだった。その商人は呉服屋の主人で、騙されないためにいつも自分の目の前で羊の毛を刈るように要求している。友達がその店のことを教えてくれたので、少年はそこへ羊を連れて行ったのだった。羊の毛を売りたいのです、と少年は商人に言った。店が忙しかったので、商人は午後まで待つようにと言った。そこで少年は店の入り口の階段に座ると、本をカバンの中から取り出した。ふと後ろから、羊飼いが本を読めるなんて知らなかったわ、と少女の声がした。その少女はアンダルシア地方の典型的な容姿をしていた。流れるような黒い髪と黒い瞳を持っていた。普段は本より羊の方からもっと学ぶんだよ、と少年は答えた。二人は2時間も話した。その間、彼女は自分は商人の娘で、村の生活は毎日が同じことの繰り返しだ、と言った。羊飼いの少年はアンダルシアの田舎のことを話し、彼が泊まった他の町のニュースを伝えた。
羊と話すよりずっと楽しかった。どうやって読み方を習ったの？話の途中で彼女が聞いた。他の人と同じさ。学校でだよ。あなたは字が読めるのになぜ羊飼いをやってるの？少年は彼女の質問に答えるのを避けて口の中でブツブツ言った。彼女には決して理解できないだろうという気がしたからだ。少年は自分の旅の話を続け、彼女は怖がったり驚いたりした。時間が経つうちに少年はその日が終わらなければいいと願っている自分を発見した。彼女の父親がずっと忙しくて自分を3日ぐらい待たせたらよいのにと思った。彼は今までに経験したことのないような気持ちになっているのに気がついた。一箇所にずっと住み着きたいという希望だった。この少女と一緒にいれば自分の毎日は決して同じではないだろうと彼は思った。しかしついに商人が現れて少年に4頭の羊の毛を刈るように頼んだ。彼は羊の毛の代金を支払い、少年に来年もまた来るようにと言った。そして今、少年はあと4日でその同じ村に戻るところだった。彼は興奮し、同時に不安でもあった。きっと少女はもう自分を忘れてしまっただろう。たくさんの羊飼いが羊毛を売りに村を通り過ぎていくのだ。それでも平気さ、と彼は羊たちに言った。他の場所にも少女はいるのだから。夜が明け始めた。羊飼いの少年は羊を追って太陽の方向へ進んだ。羊たちは自分で何も決めなくてもいいんだな、と少年は思った。おそらくそれがいつも自分にくっついている理由なのだろう。羊たちの興味はといえば食べ物と水だけだった。アンダルシアで一番良い牧草地の見つけ方を少年が知っている限り、羊たちは彼の友達でいるだろう。そう、彼らの毎日はいつも同じ日の出から日没までの限りなく続くように思える時間だけだった。彼らは若い時に本を読んだこともなく、少年が都会の様子を話しても何のことかわからなかった。彼らは食べ物と水さえあれば満足していた。その代わり彼らは羊毛と友情、そしてたった一度だけだが自分の肉を気前よく与えてくれた。もし僕が今日すごく残忍な男になって一頭ずつ殺すことにしたとしても、ほとんどの仲間が殺されてしまってから彼らはやっと気がつくだろうと少年は思った。彼らは僕を信頼していて、もう自分たちの本能に従うことを忘れている。それは僕がいつも美味しい草のあるところへ連れて行くからだ。少年は自分の考えに驚いた。イチジクが生えている教会にいた悪い霊に取り憑かれたのかもしれない。その悪い霊が自分に同じ夢を2度も見させて、自分の忠実な仲間に不満を感じさせたのだ。彼は昨日の夕食の時に残したブドウ酒を少し飲んでから上着の前をかき合わせた。これから何時間か経つと太陽が頭の真上に来て気温が高くなり、羊の群れを連れて平野を進むことができなくなることを少年は知っていた。それは夏の間、スペイン中が昼寝をする時間だった。猛暑は日暮れまで続き、それまでは上着を抱えていなければならなかった。上着の重さに文句を言おうとしたとき、彼は上着があるからこそ明け方の寒さをしのげるのだと思い直した。僕たちは変化に備えておかなければならないのだ。すると上着の重さと暖かさがありがたく感じられた。上着には目的があった。そして少年にも目的があった。彼の人生の目的は旅をすることだった。2年間アンダルシアの平原を歩き回って、彼はその地域のすべての町を知っていた。今度少女に会ったら、羊飼いの身でどうして本が読めるようになったのか、彼女に説明しようと思っていた。少年は16歳まで進学校にいた。
彼の両親は少年を神父にして、豊かでない農家の自慢にしたかった。彼らは羊と同じように、ただ食べ物と水を得るために一生懸命働いてきた。少年はラテン語とスペイン語と神学を学んだ。しかし彼は小さい時からもっと広い世界を知りたいと思っていた。そのことの方が神を知ったり人間の現在を知ることより彼にとっては重要だった。ある日の午後、家族の元に帰った彼は勇気を振り絞って、自分は神父にはなりたくない。旅がしたいのです。と父親に言った。息子よ、世界中から旅人がこの町を通り過ぎていったではないか。と父親が言った。彼らは何か新しいものを探しに来る。しかし、帰る時も彼らは来た時と同じままだ。彼らは城を見るために山に登る。そして、私たちが今持っているものより昔の方が良かったと結論づけるだけなのだ。彼らは金髪だったり、肌の色が黒かったりもする。だが、ここに住む人たちと基本的には同じ人間なんだよ。でも僕は彼らが住む町の城を見たいんです。旅人たちは私たちの土地を見て、自分もずっとここに住みたいと言うんだよ。でも僕は彼らの住む土地を見たいんです。彼らがどうやって生活しているかも見たいんです。ここに来る人たちはとてもたくさんお金を持っているから旅をすることができるのだよ。私たちの仲間で旅ができるのは羊飼いだけだ。では僕は羊飼いになります。父親はそれ以上何も言わなかった。次の日、3枚の古いスペイン金貨が入った袋を少年に与えた。これはある時野原で見つけたものだ。これをお前に残す遺産の一部にしようと思っていた。しかしこれで羊を飼いなさい。そして野原に来なさい。いつかお前にも私たちの田舎が一番良い場所で、ここの女性が一番美しいとわかるだろう。父親は少年を祝福した。少年は父親の目の中に自分も世界を旅したいという望みがあるのを見た。それは何十年もの間、飲み水と食べるものと毎晩眠るための一軒の家を確保するために深くしまい込まれていたものの、今もまだ捨てきれていない望みだった。地平線が赤く染まった。その時、太陽が顔を出した。少年は父親との会話を思い出して幸せな気持ちになった。彼はすでに多くの城を見て、多くの女たちに出会っていた。彼は一枚の上着と他の本と交換できる一冊の本、そして羊の群れを持っていた。しかし最も大切なことは、日々自分の夢を生きることができることだった。もしアンダルシアの平野に飽きてしまったら、羊を売って船乗りになることもできた。少年はできるだけまだ通ったことのない道を旅するようにしていた。彼はその地方を何度も訪れたことがあったが、今まで一度もその見捨てられた教会に行き当たったことはなかった。世界は大きくて無尽蔵だった。しばらく羊たちに行き先を自由に任せておけば、彼は何か面白いものに出会うことができた。問題は、羊たちは毎日新しい道を歩いているということに気がついていないということだった。彼らは新しい場所にいることも、季節の移り変わりさえも知らなかった。彼らが考えていることは、食べ物と水のことだけだった。人間も同じかもしれない。僕だって同じだ。あの商人の娘に会ってから他の女の人のことを考えたこともないのだから。太陽を眺めながらタリファの町には正午前に着けるだろうと彼は計算した。そこで今持っている本をもっと厚い本と交換し、瓶を新しいブドウ酒で満たし、髭を剃って髪を切ってもらおう。少女と会う準備をしなければならなかった。他のもっと大きな羊の群れを連れた羊飼いが自分よりも先に町に着いて、
彼女に結婚を申し込んだ可能性については考えたくなかった。少年は太陽の位置をもう一度確かめながら、夢が実現する可能性があるからこそ、人生は面白いのだと思った。彼はその時、タリファの町に夢を解釈してくれる老女がいることを思い出した。老女は奥の部屋へと少年を招き入れた。そこは色のついたビーズのカーテンで今と仕切られていた。部屋には一つのテーブルと二つの椅子、そしてイエスの像があった。老女は椅子に座ると少年にも座るようにと言った。少年の両手を自分の手に取ると静かに祈り始めた。それはジプシーの祈りのように聞こえた。少年は以前、道でジプシーに出会ったことがあった。ジプシーたちも旅をしていたが、彼らは羊を連れてはいなかった。ジプシーたちは人を騙して生活しているという噂だった。子供を誘拐して彼らの不思議なキャンプへ連れて行き、奴隷にしているという噂もあった。少年は幼い頃、ジプシーに連れて行かれるのではないかと恐れていた。老女が彼の両手を握ったとき、幼い頃のその恐怖がよみがえった。でもこの人はイエス様の像を飾っているのだから、と少年は考えて自分を安心させようとした。老女は、これは面白い、と少年の手から目を離さずに言うと黙ってしまった。僕は手相を見てもらいに来たんじゃありません。夢のことを知ろうとしてここに来たのだね。夢は神のお告げだよ。神が我々の言葉を話すときには、わしは彼が何と言ったか解釈することができるのさ。しかし、神が魂の言葉を話すとき、それがわかるのはお前だけさ。でも、いずれにしてもお題はいただくよ。騙そうとしている、と少年は思った。しかし彼は一か八か試してみることにした。同じ夢を二度見たのです、と彼は言った。夢の中で僕は羊と一緒にいました。すると一人の子供が現れて羊と遊び始めました。大人がそんなことをするのは僕は嫌いです。羊は知らない人を怖がるから。でも子供たちは羊を怖がらせずに一緒に遊ぶことができるんです。動物たちがどうやって人間の年齢を知るのか僕にはわかりません。お前の夢のことをもっと話しなさい。わしは料理をしに戻らなくてはならないからね。お前はあまりお金がなさそうだから、お前のためにあんまり時間はかけられないよ。と老女は言った。少年は夢の話を続ける。その子供はかなりの時間僕の羊たちと遊んでいました。すると突然、その子は僕の両手をつかむと、僕をエジプトのピラミッドまで連れて行ったのです。それで、そのエジプトのピラミッドのそばで、その子供は僕に言いました。あなたがここに来れば、隠された宝物を発見できるよって言うんです。そしてその子が正確な場所を教えようとしたとき、僕は目を覚ましてしまったんです。2回ともね。老女はしばらく何も言わなかった。彼女はもう一度少年の手を取ると、注意深く手のひらを見つめた。今はお金をもらわないよ。だが、お前が宝物を見つけたら、その10分の1をわしに送れ。少年は笑った。嬉しかった。宝物の夢のおかげで、持っているお金を使わずに済むことになったのだ。では、夢を解釈してください。と少年が言った。まず最初に、わしに約束しなさい。わしがこれからお前に言うことの対価として、宝物の10分の1をくれると約束するかね。少年はそうすると約束した。その夢はこの世の言葉だよ。だからわしは解釈できる。だが解釈はとても難しい。だからお前の見つけるものの一部をもらう資格があるのさ。わしの解釈では、お前はエジプトのピラミッドに行かねばならない。ピラミッドのことは聞いたことがないが、
お前にそれを見せたのが子供だったのなら、それはあるということだ。そこでお前は宝物を見つけてお金持ちになるのさ。少年はびっくりして怒りが湧いてきた。こんなことのためならこの老女のところに来る必要はなかったのだ。しかしその時、少年はお金を払わなくてもいいことを思い出した。そんなことを言ってもらうために時間を無駄にするんじゃなかった、と少年が言った。お前の夢は難しいとさっき言っただろう。人生では簡単に見えるものが、実は最も難しいんだ。賢い人間だけがそれを理解できるのさ。わしは賢くないから何か技術を学ばなければならなかったので、手相を読む技術とかをね。では、エジプトにはどうやって行くの？わしはただ夢を解釈するだけさ。それをどう実現するかは知らないよ。だからこうして娘に養われているというわけさ。もし僕がエジプトに行けなかったらどうなるの？わしがお代を払ってもらえなくなるのさ。そんなことはよくあることだよ。お前さんのために時間を随分と無駄にしてしまった。もう行きなさい。少年は失望し、もう二度と夢は信じないことにしようと決めた。彼はやらなくてはいけないことがあるのを思い出した。市場に食べ物を買いに行き、自分の本をもっと熱い本と交換してから、広場にベンチを見つけると、買ってきた新しいブドウ酒の味見をした。その日はとても暑く、ブドウ酒は気持ちを爽やかにしてくれた。羊たちは町の門の近くの友人が持っている家畜小屋にいた。少年はその町に知り合いがたくさんいた。それが彼にとっての旅の魅力だった。彼にはいつも新しい友人ができたが、すべての時間を彼らと過ごす必要はなかった。進学校にいた時そうであったように、同じ友人といつも一緒にいると、友人が自分の人生の一部となってしまう。すると、友人は彼を変えたいと思い始める。そして、彼が自分たちの望み通りの人間にならないと怒り出すのだ。誰も皆、他人がどのような人生を送るべきか明確な答えを持っているのに、自分の人生については何も考えを持っていないようだった。彼は羊と一緒に平原に戻るのは太陽がもっと沈んでからにしようと思った。今日から3日後、あの商人の娘と会うのだ。彼は新しく手に入れた本を読み始めた。1ページ目には葬式について書いてあった。その葬式は雪の日に執り行われていて、彼は寒さの感覚を思い出してそれを楽しんだ。読んでいると一人の老人が少年のそばに座り、彼に話しかけた。あの人たちは何をしているのかね。その老人は広場にいる人たちの方を指さして聞いた。働いているのですよ。少年はぶっきらぼうに答えた。読書に集中したいと思わせるためだった。実際はあの商人の娘の前で羊の毛を刈ることを考えていた。そうすれば難しいことができる人だと彼女はわかるだろう。彼はすでに何度も何度もその場面を想像していた。羊は後ろから前の方に毛を刈っていくのだと説明するたびに少女は感心するのだ。一方、さっきの老人は相変わらず何とかして彼と話そうとしていた。そして疲れて喉が渇いているのでブドウ酒を一口もらえないだろうかと少年に頼んだ。放っておいてほしいと思いながら少年は瓶を差し出した。しかしその老人は話をしたかった。少年に何の本を読んでいるのかと尋ねた。少年は他のベンチに移りたかったが、父親から年長者には敬意を持って接するようにと教え込まれていた。彼は本を老人に差し出した。ふーむ、と老人は言い、まるで奇妙なものでも見るかのように本のあちこちを眺めました。これは重要な本だ。でも本当にイライラする本だな。この本は世界中のほとんどの本に書かれていることと同じことを言っている。人は
自分の運命を選ぶことができないと言っているのだよ。そして最後に、誰もが世界最大の嘘を信じていると言っている。世界最大の嘘って何ですか？驚いて少年は聞いた。それはこうじゃ。人は人生のある時点で自分に起こってくることをコントロールできなくなり、宿命によって人生を支配されてしまうということだ。それが世界最大の嘘じゃよ。そんなことは僕の人生には起こらなかったよ。と少年は言った。両親は僕に神父になってほしかったんだ。でも僕は羊飼いになると自分で決めたのさ。その方がずっと良い。お前は本当に旅をすることが好きだからな。この人は僕の考えていることを知っているぞと少年は思った。老人は本をパラパラとめくっていた。もう少年に返したくないようだった。男の着ているものが見慣れるものであることに少年は気がついた。老人はアラブ人のように見えた。この地方ではあまり珍しくなく、アフリカはタリファの町からたったの2、3時間のところだった。船で狭い海峡を渡ればいいだけだった。アラブ人はよくこの町を訪れて買い物をしたり、何回も変わったお祈りをあげたりしていた。あなたはどこから来たのですか？と少年が聞いた。そこら中からだよ。誰もそこら中からは来ませんよ。僕は羊飼いです。そこら中に来ましたが、僕は一つの場所から来ました。古い城のある町からです。そこが僕の生まれ故郷です。それならば、わしはセイラムで生まれたということだ。少年はセイラムがどこにあるか知らなかった。しかし自分がものを知らないように見えるのが怖くて、聞いてみようとはしなかった。それで、セイラムはどんなところです？何かヒントをつかもうとして少年が尋ねた。いつもの通りだよ。セイラムであなたは何をしていたのですか？わしがセイラムで何をしていたかだって。ああ、わしはセイラムの王様さ。人は妙なことを言うものだと少年は思った。時には何も言わない羊たちと一緒の方がずっと良い。もっと良いのは本と一緒の時だ。本は自分が聞きたいと思う時に信じられないような物語を話してくれる。しかし人と話していると彼らはあまりに変なことを言うので、会話をどう続ければいいかわからなくなってしまう。わしの名はメルキゼデックだ。お前は羊を何頭持っているのかね？十分持っています。そうなるとじゃ、それは問題だ。お前がもう十分な羊を持っていると思うのなら、わしはお前を助けられないな。少年はだんだんイライラしてきた。助けてくれなんて頼んでもいない。自分のブドウ酒を飲みたいと頼み、会話を始めたのはこの老人の方だった。本を返してください。僕は今から羊たちを集めて出かけなければなりません。お前の羊の10分の1をわしに送れ。そうすれば、どうやって隠された宝物を探せばいいか教えてあげよう。少年は夢のことを思い出した。すると突然、すべてが明らかになった。あのジプシーのような老女は僕から代金を受け取らなかった。でも、もしかしたらこの老人は彼女の夫かもしれない。そして、ありもしない宝物の情報と交換にもっとたくさんのお金を取ろうとしているんだ。この老人もきっとジプシーなのだろう。しかし少年が何も言わないうちに、老人はかがみ込んで一本の棒を拾うと、広場の砂の上に何かを書き始めた。老人の胸から明るい光が反射し、あまりの明るさに一瞬目が見えなくなった。老人はその年にしては非常に素早い動作でマントでその光を覆い隠した。視力が元に戻ると、少年は老人が砂の上に書いたものを読むことができた。その小さな町の広場の砂の上には、少年の父親の名前と母親の名前、彼が通った進学校の名前が書かれていた。
また、まだ少年が知らない商人の娘の名前と、これまで少年が誰にも話したことがないこともいろいろ書かれていた。わしはセーラムの王様さ。どうして王様が羊飼いの僕と話をするのですか？少年は当惑しながら尋ねた。いくつかの理由がある。しかし、一番重要なのは、お前が自分の運命を発見したということだ。少年は人の運命がどういうものかわからなかった。お前がいつもやり遂げたいと思ってきたことだよ。誰でも若い時は自分の運命を知っているものなのだ。若い頃はすべてがはっきりしていて、すべてが可能だ。夢を見ることも、自分の人生に起こってほしいすべてのことに憧れることも恐れない。ところが、時が経つうちに不思議な力が、自分の運命を実現することは不可能だと彼らに思い込ませ始めるのだ。老人の言っていることはどれも少年にはあまり意味のないことのように思われた。しかし彼はその不思議な力が何か知りたかった。もし商人の娘にそのことを話したら、彼女は感心してくれるだろう。その力は否定的なもののように見えるが、実際は運命をどのように実現すべきかお前に示してくれる。そしてお前の魂と意志を準備させる。この地上には一つの偉大な真実があるからだ。つまり、お前が誰であろうと、何をしていようと、お前が何かを本当にやりたいと思うときは、その望みは宇宙の魂から生まれたからなのだ。それが地球におけるお前の使命なのだよ。したいと思うことが旅行しかないという時もですか？呉服屋の娘と結婚したいという望みでもですか？そうだ。宝物を探したいということでさえそうなのだ。大いなる魂は人々の幸せによって育まれる。そして不幸、羨望、嫉妬によっても育まれる。自分の運命を実現することは人間の唯一の責任なのだ。すべてのものは一つなんだよ。お前が何かを望むときには、宇宙全体が協力して、それを実現するために助けてくれるのだ。二人ともしばらく黙ったまま、広場と町の人々を眺めていた。先に口を開いたのは老人だった。お前はなぜ羊の世話をするのかね？旅がしたいからです。老人は広場の一角にある自分の店のショーウィンドウの横に立っているパン屋の男を指さした。あの男も子供の時は旅をしたがっていた。しかし、まずパン屋の店を買い、お金を貯めることにした。そして年を取ったらアフリカに行って、1ヶ月過ごすつもりだ。人は自分の夢見ていることをいつでも実行できることに、あの男は気がついていないのだよ。羊飼いになればよかったのに、と少年は言った。そう、彼はそのことも考えたよ。しかしパン屋の方が羊飼いより立派な仕事だと思ったのさ。パン屋は自分の家が持てる。しかし羊飼いは外で寝なくてはならないからね。親たちは娘を羊飼いに嫁にやるよりパン屋にやりたがるものさ。商人の娘のことを考えて少年の心はズキンといたんだ。彼女の町にもパン屋がいるに違いない。老人は話し続けた。結局、人は自分の運命より他人が羊飼いやパン屋をどう思うかということがもっと大切になってしまうのだ。あなたはなぜこのようなことを僕に話すのですか？それはお前が運命を実現しようとしているからだ。それに今、もう少しで全てを諦めようとしているから。あなたはそういう時にいつも現れるのですか？いつもこうだとは限らないが、
わしは必ずいろいろな形で現れる。時には一つの解決法とか良い考えとなって現れることもある。別の時は危機一髪という時に物事を起こりやすくしてあげることもある。もっと他のこともいろいろとしているが、ほとんどの場合、人はわしがやってあげたということに気がつかないのだよ。老人は1週間前、ある甲府の前に現れた話をした。その甲府はすべてを捨ててエメラルドを探しに行った。5年間、彼はある川で働き、エメラルドを探して何十万個という石を調べた。その甲府はあと一つ、たったもう一つの石を調べれば、エメラルドを発見するという時点で、すべてを諦めようとしていた。彼は自分の運命を追求するために、すべてを犠牲にしていたので、老人は手を貸すことにした。彼は自分を石に変え、甲府の足元に転がった。甲府は5年間も実りのない年月への怒りと苛立ちから、その石を拾い上げると投げつけた。力任せに投げて、その石が当たった別の石が砕けた。すると、壊れた石の中に世界中で最も美しいエメラルドが入っていた。人は人生の早い時期に生まれてきた理由を知るのだよ。おそらく人がこんなにも早い時期それを諦めるのはそのせいだろう。しかしそれはそうなるべくしてなっているのさ。少年は老人に宝物についてあなたは何か言っていましたねと尋ねた。宝物は流れる水の力によって姿を現し、また同じ流れによって姿を隠すのだ。もしお前の宝物について知りたかったら、羊の10分の1を私によこしなさい。宝物の10分の1でどうでしょうか。少年はそう言うと、老人は失望したようだった。まだ手に入れていないものをあげると約束して始めたのでは、お前はそれを手に入れたいとは思わなくなるだろうね。とにかくお前は人生のすべてには対価が必要だということを学ぶことができてよかったではないか。光の戦士が教えていることはそれだからね。老人は本を少年に返した。明日、今日と同じ時間にお前の羊の10分の1を連れておいで。そうすれば隠されている宝物の見つけ方を教えてあげよう。では、さようなら。老人は広場の角を曲がって姿を消した。少年は再び本を読み始めた。しかし、もう本に集中することができなかった。彼は気が動転していた。老人の言ったことが正しいと知っていたからだ。少年は街をぶらぶら歩いて門のところまで来た。そこには小さな建物があり、窓口で人々はアフリカ行きの切符を買っていた。少年はそこでエジプトはアフリカにあると知った。何かお入り用ですか？窓の向こうの男が聞いた。明日また来ます。少年は言ってそこを立ち去った。もし羊を一頭売れば、海峡の向こう側まで行けるだけのお金を手に入れることができるだろう。そう考えると恐ろしくなった。無双家がもう一人。きっぷりの男は少年が立ち去るのを見て彼の助手に言った。彼は旅するお金がないんだ。きっぷりの窓口に立った時、少年は自分の羊を思い出して、やはり羊飼いのままでいようと決心した。彼はこの2年間で羊飼いの仕事の全部を覚えてしまった。毛の刈り方や身ごもったメスの面倒の見方、狼からの守り方などみんな知っていた。アンダルシアのすべての平原と牧草地を知り尽くしていた。自分の羊の正当な値段も知っていた。彼は遠回りして友人の家畜小屋まで戻ることにした。城のそばまで来たとき、
彼は足を止めて斜面を登って城壁の上に出た。そこから遠くにアフリカが見えた。ムーア人たちはそこから来てスペイン全体を征服したと昔誰かが話してくれた。彼が座っている場所からは町のほとんどが見えた。老人と話をした広場も見えた。あの老人と出会わなければよかったと少年は思った。この町に来たのは夢を解釈できる老女を見つけに来ただけだったのに、老女も老人も自分が羊飼いだということに少しも感心してくれなかった。彼らは孤独な人たちで、もはや何者も信じていなかった。だから羊飼いが羊に執着することがわからないのだ。少年は羊の一頭一頭について全てを知っていた。どの羊が足を引きずっているのか、どの羊が2ヶ月後に子供を産むか、どの羊が賢いのか、全部知っていた。もし彼らと別れる決心をしたら、羊たちは悲しむだろう。風が吹き始めた。彼はこの風を知っていた。人々はこの東風をレバンタールと呼んでいた。この風に乗って地中海の東のレバントからムーア人がやってきたからだ。風が強くなった。自分は羊と宝物の間で迷っていると思った。今まで慣れ親しんできたものとこれから欲しいと思っているもののどちらかを選択しなければならなかった。商人の娘のこともあったが、彼女のことは羊ほど重要ではなかった。彼女は彼を頼っていないからだ。僕はかつて父と母、生まれた城の町を後にした。両親は僕のいないことに慣れて、僕もそれに慣れた。羊たちもまた僕のいないことになれるだろうと少年は思った。東風は一層強くなり、彼の顔に当たった。この風は砂漠とベールをした女性の香りも運んできた。東風は未知を求め、お金や冒険、そしてピラミッドを探しに行った男たちの汗や夢を運んできた。少年は風の自由さを羨ましく思った。そして自分も同じ自由を手に入れることができるはずだと思った。自分を縛っているのは自分だけだった。羊たちも商人の娘もアンダルシアの平原も彼の運命への道筋にあるステップに過ぎなかった。次の日、少年は正午に老人と会った。少年は6頭の羊を連れていた。驚きました、と少年は言った。友人が残りの羊をすぐに飼ってくれました。彼はいつも羊飼いになるのを夢見ていたから、これは良い前兆だと言っていました。老人は、いつもそうなんだよ。それは幸運の原則と呼ばれているものだよ。誰でも初めてカードをするときは、ほとんど確実に勝つものだ。初心者の月だ。どうしてそうなるのですか？お前の運命を実現させようという力が働くからだ。成功の美味でお前の食欲を刺激するのだ。宝物はどこにあるのですか？エジプトだ。ピラミッドの近くに。少年は驚いた。老女が言ったことと同じだった。でも彼女は何も要求はしなかった。宝物を見つけるためには前兆に従っていかなくてはならない。神様は誰にでも行く道を用意していてくださるものだ。神様がお前のために残してくれた前兆を読んでいくだけでいいのだ。少年が何か答える前に一匹の蝶々が現れて少年と老人の間をひらひらと飛んだ。少年は昔彼のおじいさんが蝶は良い前兆だと言ったことを思い出した。その通りだ。老人は少年の心を読んでいった。
お前のおじいさんが教えてくれたように、これは良い前兆だ。老人はマントを開いた。中を見てびっくりした。老人は重い金でできた宝石が散りばめられている胸当てを着ていた。昨日、胸のあたりがキラキラと輝いていたのを少年は思い出した。彼は本当に王様なんだ。彼は泥棒に会うのを避けるために変装しているのに違いない。これを持って行きなさい。老人は胸当ての中央に埋め込まれていた白い石と黒い石を差し出していった。これはウリムとトムミムと呼ばれるものだ。黒ははいを意味して、白はいいえを意味する。お前が前兆を読めなくなったとき、この石が助けてくれる。いつもはいといいえで答えられる質問をするようにしなさい。しかしできれば自分で決めるように努力しなさい。宝物はピラミッドにある。そのことはお前はもう知っていたね。わしが6頭の羊をもらうと言い張ったのは、お前が決心するのを助けたかったからだ。少年はその石を袋にしまった。これからは自分で決心をしていくのだ。これからお前がやっていくことはたった一つしかない。それ以外はないということを忘れないように。そして前兆の語る言葉を忘れてはいけない。特に運命に最後まで従うことを忘れずにな。しかし、わしが行く前にもう少し話をしておこう。ある店の主人が世界で最も賢い男から幸福の秘密を学んでくるようにと息子を旅に出した。この若者は砂漠を40日間歩き回り、ついに山の頂上にある美しい城に着いた。賢者がいたのはその城だ。しかしこの若者はすぐに賢者に会えたわけではなく、城の一番大きな部屋に入っていくと、そこでは様々な人が忙しそうに働いていた。貿易商人たちが行ったり来たりしていた。小さなオーケストラが軽やかに音楽を奏でてもいる。テーブルには美味しい食べ物を盛り付けた皿がいっぱい並べられていた。その賢者は一人一人すべての人と話をしているので、少年は2時間待って、やっと自分の番が来た。その賢者は注意深く、少年がなぜ来たか説明するのを聞いていたが、今、幸福の秘密を説明する時間はないと彼に言った。そして、少年に宮殿をあちこち見て回り、2時間したら戻ってくるようにと言った。その間、君にしてもらいたいことがあると、2滴の油が入ったティースプーンを少年に渡しながら、賢者は言った。歩き回る間、このスプーンの油をこぼさないように持っていなさい。少年は宮殿の階段を登ったり降りたりし始めたが、いつも目はスプーンに釘付けだった。2時間後、彼は賢者のいる場所に戻ってきた。さて、僕の食堂の壁にかけてあったペルシャ製のつづれ錦を見たかね。庭師の頭が10年かけて作った庭園を見たかねと賢者が尋ねた。少年は当惑して、実は何も見ませんでしたと告白した。彼のたった一つの関心事は、賢者が彼に託した油をこぼさないようにすることだった。では、戻って僕の世界の素晴らしさを見てくるがよい。その人の家を知らずに、その人を信用してはならない。と賢者は言った。少年はほっとして、スプーンを持って宮殿をもう一度探索しに戻った。今度は天井や壁に飾られたすべての芸術品を鑑賞した。庭園、周りの山々、花の美しさを見て、その趣味の良さも味わった。賢者のところへ戻ると、彼は自分の見たことを詳しく話した。
しかし、わしがお前にあげた油はどこにあるのかね。少年が持っていたスプーンを見ると、油はどこかへ消えてなくなっていた。では、たった一つだけ教えてあげよう。幸福の秘密とは、世界のすべての素晴らしさを味わい、しかもスプーンの油のことを忘れないことだよ。羊飼いの少年は何も言わなかった。少年は王様が語ってくれた物語がよくわかった。羊飼いは旅が好きになってもよいが、羊のことを忘れてはならないのだ。老人は羊を連れて立ち去っていった。アフリカはなんと変わったところなんだろう。僕はタンジャの町の狭い通りに並んだ、どれも同じように見えるバーの一つに座っていた。何人かの男たちが大きなパイプからタバコを次から次へと回し飲みしていた。たった2、3時間の間に手をつないで歩く男たちや顔を隠した女たち、塔のてっぺんに登ってお祈りをあげる僧侶などを見た。お祈りが始まると人々はみんなひざまずいて額を土の上につけた。異教徒のお祈りだ。僕は気分が悪くなって恐ろしいほど孤独だった。異教徒たちは人相が悪かった。その上、急いで旅行に出てきたため、一つ忘れていたことがあった。それは、この国ではアラビア語しか話されていないということだった。バーの主人が近寄ってきた。僕は隣のテーブルに出されている飲み物を指さした。それは苦いお茶だった。本当はブドウ酒の方が好きだったが、今はそんなことはどうでもよかった。僕が心配しなければいけないのは、宝物のことと、それをどうやって手に入れるかということだった。羊を売ったから、袋の中には十分なお金がある。お金には魔法があると知っている。お金を持ってさえいれば、本当は一人ぼっちではないということだ。きっと2、3日後には僕はピラミッドのそばにいるだろう。金の胸当てをつけていたあの老人は6頭の羊を得るために嘘をついたりはしないだろう。あの老人は印と前兆のことを話してくれた。僕は海を渡るとき、その前兆について考えた。そう、老人は自分が話していることを知っていたのだ。アンダルシアの平原で暮らしていたとき、地面と空を見て、どっちの道を行ったらいいのかわかるようになった。ある鳥がいると、蛇が近くにいるということも発見した。ある植物は、水がその地域にあるという印だった。羊がそれを僕に教えてくれたのだった。もし神様が羊を導くのなら、神は人も導くだろう。そう思うと、気分が少し楽になった。お茶も前ほど苦くなくなった。あなたは誰ですか？とスペイン語で尋ねてくる声を聞いた。ほっとした。前兆を考えていたとき、誰かが現れたのだ。どうして君はスペイン語を話すの？そこに来たのは西洋の服装をした若い男だったが、肌の色は彼がこの町のものであることを示していた。年齢も背の高さも僕とほとんど同じだった。ここではほとんどの人がスペイン語を話すよ。スペインからたった2時間のところだから。おかけよ、君に何かおごらせてくれ。とその青年は言った。僕のためにブドウ酒を一杯注文してくれないか。このお茶は苦くて苦手だ。この国にはブドウ酒はないよ。宗教が禁じているからね。僕はピラミッドまで行かなくてはならないんだ。と彼に言った。もう少しで宝物の話を始めるところだったが、話さないことにした。もし話したら、このアラブ人はそこに連れて行く代金として宝物の一部を欲しいと要求するかもしれなかったから。もしできればピラミッドのところに連れて行ってほしいのだけど、ガイドになってくれるかい？代金を払うよ。どうやって行く気なの？新しい友人は聞いた。僕はバーの主人が近くに立って二人の会話を注意して聞いているのに気がついた。
その男の存在が気になった。でも、せっかくガイドを見つけたので、その機会を失いたくなかった。サハラ砂漠全体を横切らなくてはならないんだよ。それにはお金がかかるんだ。君が十分なお金を持っているかどうか知らないとね。変な質問だと思った。でも、あの老人を信じていた。老人は、何かを本当に欲すれば、宇宙は常にお前の味方になってくれるって言ったんだ。僕は自分の袋からお金を取り出すと、その若者に見せた。バーの主人がすぐそばにやってきて、そのお金を見た。新しい友達とバーの主人はアラビア語で何か言葉を交わした。するとバーの主人は怒ったようだった。ここを出ようと青年は言った。彼は僕たちに出て行ってほしがっている。立ち上がって代金を支払おうとすると、バーの主人は僕の胸を掴んで怒った声でまくし立てた。僕は反撃したいと思ったが、ここは外国だった。僕の新しい友人が主人を横に押しのけると、僕を引っ張って外に出た。彼は君のお金が欲しかったんだよ、と彼は言った。タンジャの町はアフリカの他の場所とは違うんだ。ここは港町で、港町はどこでも泥棒が多いんだよ。僕はこの新しい友を信用した。彼は危険な状況から自分を助けてくれたのだ。僕はお金を取り出して数えた。僕たちは明日にはピラミッドにつけるよ、と彼はお金を受け取りながら言った。でも、ラクダを2頭買わなくてはならない。僕たちはタンジェの狭い通りを一緒に歩いていった。いろんな品物を売っている露店が至るところに出ていて、しばらく歩くと市場のある大きな広場の中央に着いた。そこでは何千人もの人が議論したり、売ったり買ったりしていた。でも僕は新しい友人から決して目を離さないようにした。彼が僕のお金を全部持ったままでいるのだ。お金を返してくれと言おうと思ったが、それではあまり友人らしくないと思った。僕はこの見知らぬ土地の習慣をまだ何一つ知らない。彼をよく見張っていることにしよう。いろいろなガラクタの中に今まで見たこともないほど美しい剣を見つけた。剣の鞘には銀の浮き彫り細工がしてあり、柄は真っ黒でいくつもの宝石が埋め込まれていた。エジプトから帰ったらあの剣を買おうと僕は心の中で思った。あの店の主人にあの剣がいくらか聞いてくれないかと僕は友達に言った。そしてその時、その剣をしばらく見ていて、少しの間友達から気をそらせたことに気がついた。まるで胸が急に圧迫されたように心臓がぎゅっと縮んだ。振り返るのが怖かった。どんなことになっているのか知っていたからだった。僕はもうしばらくその美しい剣を眺めてから勇気を振り絞って新しい友達がいるはずの後ろを振り返った。